忘れてた。ですね、33話の動画上げてるつもりだったんだけど、よく考えたら真夜中とお春の話だけで、それ以外のところね、触れていなかったので、今回はですね、その話してなかった暗夜の夜叉姫33話真夜中の訪問者での、個人的な気になりポイントと、コメントでいただいた部分話していこうかなと思います。最初はこちら、前回キリン丸に目をやられたリクが、トアの使っているね、ラベンダーのハンドクリームをなんとこれ目に塗ることで、リクがですね、そのトアの場所だけはなんか、はっきりとね、わかるようになるよっていうシーンなんですけど、これでなんかトア様しか目に入れませんって言って、そのトアが照れるんだよね。だけど、そこにね、リオンさんが、リク、あまり乙女をからかってはいけませんよっていう感じのね、3人のほんわかした、やりとりがあるんだけど、これがですね、その前僕がアニメディアの話をした動画があるんですが、そこにそのリオンの声優である藤田咲さんが、リオンが今後、トアとリクがいい感じになった時、小獣刀のようにね、横槍を入れるから、それがその視聴者的にはちょっと邪魔になるんではないのかなと、心配です、みたいなことを言っていたんですよね。で、タイミング的にもその今回のハンドクリームが、リオン小獣刀化のね、スタートとなる場面かなと思うんですけど、これね、今後どうなっていくのかわかりませんが、現状はですね、そこまで、嫌にならないというか、問題ないよねっていう話ね。それどころかもっとこの3人、リク、リオンとは3人のやりとりを見てていきてえなっていうような感じなんですけどもね。はい。で、次早速ね、ちょっとコメントの方にあったやつなんですけど、今回のエピソード真夜中関連の演出の力の入れをかなり感じませんでしたっていう話ね。これね、ちょっとコメントとはね、意味が違ってきちゃうかもしれないんですが、その真夜中とお春の話って過去話もだいぶ多かったっていうことからですね、紙芝居感覚のね、シーンがだいぶあったのかなと思うんですよ。だからその分他のシーンに力が入っているのかなと感じまして、まず最初のね、その炎牛対タイジアとの戦い。ここその最近の半夜の夜叉姫の中ではだいぶ迫力のあるシーンだったかなと。あとこの真夜中とお春をね、救ったラストのシーンですよね。次回予告の時も言ったんだけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないかっていうところね。だからこう全体的に、この33話を見てみましたら、その第1話とかね、最終話とかを、除きましたら、ほんとトップレベルに、力入っていく回になっているんじゃないかなという風に僕も感じました。そんなところです。次のコメントはこちらなんですけど、半分神様という新しい存在が出てきました。この1回しか出てこないかもしれませんが、人間でも妖怪でもないっていうところで、これ本当にね、そうだよねっていう、はい。今日のね、本当だっていうポイントなんですけども、33話の方でゴロっていうね、土地神と人間の子供、半身っていうのが出てきまして、でもこのゴロ自体はそんなにね、重要ではないのかもしれないんですけども、この人間でも妖怪でもない存在っていうのが、まさにその思考の玉の予言に当てはまる汎用以外の新たな存在なんですよね。で、それがね、確認されたっていうのが、なかなか今後重要になってくるんではないのかなというふうに思われます。次もまたね、ちょっとコメントの方になるんですけど、刹那のゆかりの立ち切りとても良かったです。天聖画と鉄彩が何か感じた時反応している時が似ているので、犬の対象譲りや聖書丸譲り受けているみたいで盛り上がりましたっていうところなんですけど、これ確かにまず、書いてある通りのとこですね。父のね、武器のように、鼓動をしておりまして、で、そのゆかりの立ち切りの意志みたいなものを刹那さんが感じ取ろうとしたっていうのは、一つね、成長が見られたとこかなと思います。あと、使用時も注目ポイントかなと思うんですが、いつもでしたら見えた絵西の糸っていうのをすぐさまね、叩き切っていたのかなっていうところなんですけど、今回は一度ね、触れることで、糸からですね、その記憶を読み取っていくんですよね。で、その記憶から別の糸を探し当て、断ち切っていったのかなっていう風にも、見えるのかなと思うんですよ。だから普通にこれね、触らず切っていれば、真夜中自体を倒すことはできたのかなと。けど一度ね、この剣っていうところに回ったことで、真昼間とお春をね、救う未来を掴み取ったのかなっていう風に考えますと、いや、だいぶですね、このゆかりの立ち切りを使いこなしていく兆しっていうのが、今回だいぶ見えてきたのではないでしょうかというところでございます。で、最後はこちら、刹那の最後のセリフ、なんだこの感覚はが気になるっていうところで、これは本当もう書いてある通りなんですけど、刹那がですね、急になんだこの感覚はって言って、33はエンディングに入るんですよ。で、ここちょっとね、考えてみたいんですけど、その前にですね、これ以外も33話で刹那の気になるところっていうのがいくつかありまして、それがまずこの竹を切りすぎてあちゃちゃってなる刹那ね。これもしかしたらただのね、ギャグシーンで入れただけの可能性もあるんですが、もう一つ、五郎に後ろを取られて首トンってね、やられるんですが、普段背後を取られることなどないのにって言って、気絶させられるんですよね。こんな感じで、いくつかね、刹那さん普段と違うなっていうところがあったんですよ。で、これ何なのかなっていう考えてみますと、一つ目はやっぱり次回で起こる、その作の日の影響だよね。やっぱ人間になってしまうことで普段できていたことが、できなくなるっていうのがあると思いますし、おそらくその10年ぶり、その幼い頃に咲くっていうのがあったのかどうかよくわかんないですけど、少なくとも10年ぶりの人間化になっていきますので、なんだこの感覚はっていう風にもね、なると思います。でもここでその咲くってだんだん調子が悪くなるんだっけっていう話出てくると思うんだけど、半夜の夜叉姫12話のところで初めてトバが咲くをね経験した時に、その夜になる前にも弱体化していたんだよね。だからそこから考えると、この真夜中
との戦いがちょうど作の日の朝であるっていう風に考えると、まあこの作の日による影響で、まあ普段と違ったのかなという可能性はあるんではないでしょうかと。で、それかですね、もう一つ考えられるのは、まあ刹那がね、また、得たもので、睡眠っていうのがね、あります。だからその睡眠不足の可能性ですよね。っていうのも、その最初こそね、眠りを取り戻してから、丸2日はね、確か、眠りっぱなしだったのかなという風に思うんですけど、それ以降は、なんかエンディングと提供ぐらいでしかね、まあなんか寝てるところを見なかったかなと。だから実際にそんな、実は寝ておらず、その睡眠不足になってしまったせいで、注意がね、散漫になっちゃって、まあ背後を取られてしまったり、まあ、頭回ってないから竹もね、バンバン、切りすぎてしまったよと。で、最後に言った、このなんだこの感覚はっていうのも、もう純粋に睡魔っていうのに気づいていないだけだったとしたら、まあこれ、なかなか面白いんじゃないでしょうかという。まあそんなところがね、とりあえず、前回話していなかった部分とコメントでいただいた、汎用の下姫第33話の、気になりポイントの話でございました。以上。